可愛くて食べちゃいたいくらいって言うけど、あなたは実際に食べたいって思ったことがある？私はね、今実際に食べたいって思ってるところ。何を驚いてるの？昔は男はみんな狼だって言葉があったみたいだけど、男は全滅しちゃったわけだし、女同士でしか恋愛ができないってなったら、油断なんかできないと思わない？今までそんな経験してこなかったのかしら。まあ、そうよね。あなたはお嬢様の中のお嬢様で、蝶よ花よって育てられてきたものね。狙っている子がいたとしても、そう簡単には手を出せないわよね。でもね、リスクを背負わないと、本当に欲しいものは手に入らないと思うの。そうじゃない？まあ、あなたみたいに生きてるだけでちやほやされて、好き勝手気ままに生きられるとわからなくなってしまうかもしれないけど。何をするかって？簡単よ。あなたが大切にしているものを奪って、私がご主人様になるの。別に拒否しても他の女に助けを呼んでもいいわよ。その前にどうなるかは想像してもらうしかないけど。ひょっとしてまだ状況が飲み込めてない？あなたは少し物事を考える癖をつけた方がいいわ。まず、あなたの護衛はどこに行ったのか考えましょう。あなたは生まれ持ってのお金持ちで、この世界にいち早く適応してきた家のお嬢様。常に監視、護衛されている特別な存在でしょ？護衛がまともに機能していたら、こんな会話が成立しなかったし、トラブルがあったら真っ先に駆けつけるはず。そうでしょ？でも、彼女たちは今ここにいないし、現実としてここにはたどり着けない。今頃偽の手がかりをもとに、見当違いの方向を探しているでしょうね。餌はたくさんばらまいたし、しらみつぶしにここに来るまでには相当時間がかかるはず。あら、ずいぶんあの女たちを信用しているみたいね。無駄よ。確かに、あなたを守るために、たくさんの人手を使って護衛をし、防犯に関しても対策をしてきたつもりでしょうけど、そもそも男が病気で全滅して、どこも人手が足りてないし、経験もノウハウも不足してるんだから。技術者不足で生活インフラも麻痺してるところが多いのに、まともな捜索なんてできると思う？あなたの暮らしていた環境が特殊すぎるだけでね。仲良し小良しのグループがあなたを必死に守って危ないところを見せないようにしてたの。ずっと守られていたから信用したくなるのはわかるけど、現実は残酷で、思った以上にあなたの身の安全は確保されていないの。だから、私は彼女たちを出し抜いて、あなたをここに閉じ込めることに成功した。当然、計画がバレた時のための対策も二重三重に張り巡らせてるから、無理をしようとすれば犠牲者が出るかもね。わかってもらえたかしら？あなたが今どんな立場か。あなたの選択次第で多くの人の人生が狂うことになる。
目的？さっきも言ったでしょ？あなたの一番大切なものを奪って、ご主人様になるの。もうこの世界はとっくに狂い尽くしてるんだから、その中で美味しい思いをするのが私であっても問題はないでしょ？生まれや年齢関係なくいい思いをする人間がいてもいいと、そうは思わない？抵抗するのを無理やりというのも悪くはないけど、念押しさせてもらうわ。あなたの選択次第で、あなた以外の人間がどうなるかわからないとして、その決断ができる？いつも周りにわがままを言ってお世話をされるばかりで、思考を放棄してきたあなたが想像がつく？それとも想像力すらなくしてしまった？まあ、どちらでも構わないわ。私はどのみち、私のやりたいことをするだけだから。それに、ね。本当に嫌だったら、最初に抵抗すれば、この計画は破綻するはずだった。だって、そうでしょ？私があなたに声をかけた時点で、怪しい、見知らぬ人間が声をかけてきた、悪い人間かもしれないから、と、声を上げていたら、出直さざるを得なかったんだもの。本当は、何もかも自分の思い通りになる世界に退屈していたんじゃない？不満はあっても、みんなが自分の言うことを聞いてくれるものだから、対等に接してくれる人間も、退屈を紛らわせてくれるスリルを与えてくれる人間もいなかったわけだし。刺激に飢えているからこそ、私についてきて、こういう目に遭うことになった。これは自業自得じゃないかしら。それとも、こういうさらわれたお姫様みたいな状況になって、誰かが助けてくれるドラマティックな展開を期待しているの？それとも、多少強引でも、私に押し倒されて迫られるかもとか、そういうのを想像したとか？周りが自分に貸し付くような人間ばかりだと、恋愛感情も生まれないものね。あなたが望むなら、それも悪くはないと思うけど、まずは私の要求を聞いてくれるかしら。あなたのモフモフを、私に譲りなさい。何を言っているのか、わからないという顔ね。無理もないわ。人口が激減して、食料の生産も生活インフラの維持もままならない。極めて厳しい状況に置かれているのが現在の人類よ。あなたの家みたいに何かがあった時のための食料プラントを作ったり、電気や水道とか、もろもろの設備を維持可能な状態で残しているところなんてほとんどありえないの。逆の見方をすれば、保護をされない、見捨てられた存在も多い。その一つが、犬よ。犬。もふもふ。存在するだけで人間を癒す。なんて愛らしい存在なのかしら。今の世界で犬を飼うなんてほとんど不可能。それこそ特権を持ったあなたやごく一部の特権階級を除いてはね。だから、あなたの犬を私にちょうだい。私がご主人様になっていいなら、あなたを逃がしてあげる。
あなたが望むなら、私がモフモフの飼い主になるついでに、あなたの言うことを聞いてあげてもいいわ。どう？この危機的な状況において悪くない取引でしょ？少なくともあなたを守っている護衛たちや政治ごっこしている女たちよりも私の方が頭がいいんだから。ねえ、そうでしょ？ちょっと、露骨にがっかりしたような顔しないで。女同士の恋愛も当たり前になったからって、無条件に好きになるわけないでしょ。好きになってほしいなら、まずは行動で示しなさい。ギブ、ミー、モフモフ。食べちゃいたいと思えるような可愛い子を、私に譲りなさい。